はい、これ入ってる？これ入ってるね。大丈夫ね。改めまして稲本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん今までね、その前に僕自己紹介でした。アスリート起業家とか言ってますが、別に普通の、会社経営者ですが、深夜と知り合ったのも、いろんな人と知り合ったのも、ここにいらっしゃる何十人かの友人なんかも、トライアスロンだったりサーフィンだったりいろんなそのスポーツを通じて知り合った人がたくさんいて、たくさんいる起業家の中でも、スポーツを一つ大事に生きていこうと、そんなライフスタイルを持って企業を運営していこうということでやっているのが、僕の仕事の、形です。そんな僕なんですが、少しお時間いただきましたんで、せっかくならなんか当たり前じゃない話の方がいいよねというふうに、考えてまして、夢はいらないって書いてますけど、いらないっていうか、俺はいらなかったっていう話なんですよね。でこれはあくまで僕の話なんで、夢というものの価値観については素晴らしいものだと思ってるし、夢以上に素晴らしいものはないぐらいのものだと思ってるし、世の中全部もう国だろうが町だろうが家族だろうが、夢から成り立ってんじゃないかなってすごく思います。皆さん夢ありますかね？夢、これが俺の夢だって、これは私の夢だって明確に言える人、これ素晴らしいと思う。だからそれを否定しているのではなくて、その方はもう必死に夢を叶えていただきたいと思います。だけど僕たまに年に、この頃ちょっと少ないんですが、大学で講師をさせていただいたりしてると、夢がないことに悩んでる人がいかに多いかっていうか、夢が見つかんないんですと。で講演会終わった後に入って質問されて「何?」って言ったら「夢がない、どうしましょう」いやどうしようかねって。でも思えば僕もあんまり夢なかったなって。でそんな質問をたくさんされるたびに、あれ自分って夢なしで生きてきたんだなってことに気づいたので、そのお話を少しさせていただきたい。夢のことを論じるのってすごく難しいことでもあると思うんです。それぞれの人によって違う。で僕の夢っていうか、僕がこうやって生きてきたってことに少し夢をかけていきたいな。で先ほどの大学の講師の話もそうなんですが、起業家をやってますと、取材みたいなものが来まして、で必ず言われます。小さい時の夢は何だったんですか？今、僕今年50ですが、50ちょうど人生折り返しの今ここへ来てもやっぱり、夢って何なんですか？一回もちゃんと答えられたことないんですよね。その取材に対して、あれ俺夢なんだっけなって、無理くり答えてます。なんかこんな感じかな、夢ってこんな感じかななんて手探りしながら夢を語ってるんですが、どうもしっくりこない。本屋行くと、蔦屋さんでもどこでも行くと夢の本山積みですよね。なんか夢に日付を入れろとか、夢日記とか、夢を叶えるためのほにゃらかな、あれ買うと大体買った本の作者の夢が叶うってわかりますかね。夢本は作者のためにあるっていうことだけまず伝えておきます。でもね、そんな今大人になったんでそんな仕組みは分かるんですけど、若い時はその夢の本を目の前にしてすごくこう本屋さん行って、昔はネットもなかったんで本屋行くのがその情報を得る大事な手段だったんで、そこに行ってこう本を見ると、あれ俺夢ねえとダメなのかなとか思った時期がすごくあった。でなんでそんな状態だったのかって、僕はこの間も少しいろんな方と話していて、僕の人生よく考えたら逃げの人生なんですね。こうパッと見攻め身ですよね。もうなんかこれが逃げたらおかしいだろうみたいなね。実際ライフスタイルは攻めです。なんだけど人生を考えるとすごく逃げてきたっていうか、遡るとだいぶ遡っちゃうんですが、例えばどこでも逃げがあるっていうか、どうでしょう、中学校から高校に入る時、僕金沢で、石川県の金沢市っていうところ出身なんですが、町のど真ん中で実家がちょうど21世紀美術館の裏にあるんですよね。で町のど真ん中なんで、非常に悪い場所でした。なのでみんな勉強しない、僕も勉強しなかった。で高校行こうかなって思ったら高校行けない。別に高校行かないことも全然一つの選択枠で今はいいと思うんですが、当時は高校行かないっていうのはすごく良くないことだった。
でもなんとなくやっぱり高校行かなきゃなと思って、でも受験したくないからって受けた高校がバスケットのスポーツ推薦で、まずバスケットで学校入ります。でバスケットボール部入って、スポーツ推薦で取るようなとこなんで、練習きついで、まさかの3ヶ月でバスケ部辞めます。で逃げね、また逃げで、たまたま走ってたら足が速かったんで、陸上部とか一番楽じゃねと思って逃げで陸上部で、そこからそこは高専って5年生の学校だ、長いで、みんな頭いいんですよ。でも僕スポーツ推薦なんでアホチームに入ってるわけですね。こっちが頭いいチーム、これぐらいのアホチーム。アホチームはアホチームなりにですね、実業団とか陸上で結構頑張ったんで、とはいえ頑張ったんですが、いやーと思って、その工業大学だとかそういうところに編入もできたんですが、その後富士通とか NEC とか、関係者いらっしゃったら申し訳ないですけど東芝とかちょっと行く気しねえなと思って、そこも逃げで、たまたま僕ね、祖父が、陶芸作家で画家だったんですよ。で子供の頃から絵を描く習慣が少しあって、絵描けんじゃん俺と思って、でいくつかの芸大受けて、名古屋の短大ですけど芸大に受かって、ここ行こうと思って、後にも先にも、その先は知りませんけど、今までその高専から芸大行ったのは僕だけなんですよ。逃げて、もう要は就職したくなかったから逃げて、でそこのデザイナー、芸大って中にはもうデザイナーになりたい人、服飾デザイナーになりたい人、グラフィックデザイナーいっぱいいるのに、僕は何の目標も持たず世の中に出てって、でサラリーマンをちょっとやってました。でサラリーマンやる時も親の会社のなるべく、近い仕事をしてあげようっていうか、当時はしてあげようって言ってましたけど、実は逃げで、その方がちょっと後々親の仕事継ぐ仕事もなかったのに継げんじゃねえかとか、そんなイメージで、サラリーマン始めました。でそこもなんと、半年で辞め、なんでか知ってますか？東京に就職したんですけど、名古屋に好きな女を置いてきてしまったっていう理由だけで、もう会社の人びっくりしましたね。それって、やはりそれですと。辞めて、で帰って、名古屋帰って友達の家に居候してまして、そこから半年ちょっと今でいう、フリーターっていう言葉も当時なかった気がするんですけど、フリーターやってました。でフリーターやりながら、夜バーテンやって、昼イベントの仕事したりして、その時ですよ、本屋に行って夢の本がたくさんあるのを見て、夢かっつって、なんだったっけ俺の夢って、俺の夢なんだって思ったら、まずその時思ったのが、うまいもん食いたい、いい車乗りたい、で素敵な女性と付き合いたい。これは今も変わってないんですけど、この3つ、これが夢っぽいものだった。でそこからなんとか仕事をし始めまして、自分にできることはどんどん逃げながら自分の人生を削いでったっていうか、削ってった感じなんですね。で最後に残った自分ができることって絵を描くこととお酒を作ることしかなかったんです。デザイナーやるかバーテンダーやるしかなかった。これね、逃げていくとね、逃げてくださいって言ってんじゃないですけど、嫌なことから僕はちょっと逃げていった方がいいっていうか、そうすると知らず知らず好きなものが残っていく。で僕の場合も逃げまくった人生がそこにあったおかげで、自分の目の前にあるデザインっていう仕事とバーテンダーっていう仕事の2つだけがパンと残った。それでもまだそれを夢とは思えなかったですね。でまずデザイン事務所になんとか入ってデザイナーやりながら、僕お酒が好きなんじゃなくて酒場が好きなんですよ。だから家で晩酌しないタイプ、風呂入ってプシューッとかよくコマーシャルありますが、あれ全然わかんないです。家は水お茶じゃあ本当に、いや本当よ。一応お客様用にシャンパンとか入ってますが、自分では絶対飲まない。見た感じね、家でワインとか回してそうな感じですが、全く回さない。ワイン回そうもんならもうそもそもワインあんまりよく分かんないし、そんな風なんですが、で酒場が好きだから、デザイナーってまず所詮駆け出しのデザイナーなんで、そんなに給料もらえないじゃないですか。もらえなくて酒場にいたい。
酒場にいたい、金がない、働こうって、この分かります？酒場に無料どころかお金をもらいながら入れる、素晴らしいじゃないかということで、僕はデザイナー昼やりながら夜はバーテンダーという仕事をしてました。でもその時もそれが本当に自分がやりたいことなのか、自分の夢なのか全くわからないし、その時でもやっぱりバーテンなんかやってると「ねえ」って「稲研夢何なの?」なんて聞かれても「いやわかんないっすね」みたいなことを答えてたのを今でも覚えてます。である時、僕のたった2つしかできないデザインとそのお酒を作ると、この2つを合わせて何かできないかということで、名古屋の郊外のちっちゃな町の駐車場にビアガーデンを夏に作りました。まあ当時作るのも大変だったんです。お金もなかったし、正直なんかもうボロボロな、なんか保健所の検査も通ったか通んねえか分かんないぐらいの小屋だったんですが、ビアガーデンの天敵、ご承知の通り台風ってのがあります。その年名古屋に4つ台風が上陸しまして、やべえなと思って営業成績ガタガタだったんですけど、最終日8月の31日車に乗って、そこで働こうと、最後ファイナルパーティーだと思ってバーって丘の上にあったんですが、行くとちょっと渋滞ができてて、なんだ早く行きたいのにと思いながらバーッと行って車止めて自分のビアガーデンの角パッと回ったら、50人ぐらいしか入らないビアガーデンに多分に数えてないですよ、200-300人ドワーって人がいて、なんかもうなんかジャマイカンビアガーデンっていう名前、ネグリルってジャマイカで夕日が一番きれいに見えるビーチの名前を作ってビアガーデンをやったんですが、どっから来たか分かんないけどジャマイカ人がいっぱい来てですねじゃあ本当ですよ、ラスタ帽をかぶった太鼓とかでバー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 とかやって、隣の豆腐屋のばあちゃんとか2階から窓開けて「うるさいこの野郎!」もう警察来てガチャガチャだったんですが、その時の風景今でも覚えてるんですけど、もう体に電流が走った。すげえっつって、自分たちが作ったものにこんなに人が来てくれるんだって。そこ来るまでに飯屋も飲み屋もいっぱいあんのに、どこでハイネケン飲んでも一緒なのに、こんな混んでるとこうやってかき分けて1,000円持って「ハイネケンください!」ってうわーみたいな、もうなんだこれと思って、なんか自分たちが作ったものにこんなに人が来てくれて、こんな喜んでくれるの最高だなってと思ったんで飲食店を始めていったんですが、それも僕の夢じゃなかった。そこから何も夢を描かなかった。ただその感覚だけはいつもあって、そこからその出来事が23、4年もう経ちますが、今も同じ感覚。自分たちが作った場所に人が来てくれて、そこでお客様が笑ってくれてるって、その姿を見ることだけを積み重ねて、ただ気づいて振り返ったら24年間やり続けてた。だからその飲食店を大きくしようとか、なんか海外でお店をやろうだとか、なんか世の中に食文化を使えようなんて夢は全くない。ちなみに未だにないです。ただ未だにあるのは、自分たちが作ったものの中にお客さんの笑顔と素敵なエネルギーみたいなのを閉じ込めて、そんなものを作りたいと思って積み重ねてきただけでした。だから結果夢がない。夢どこにあるんだろうって探してます。だけど50年経ってこの世に生を受けて、折り返し感あるじゃないですか。なんかね、雑誌だったらちょうど袋閉じがあるぐらいのところですね。50歳ピリーみたいなところに差し掛かってみたら、やっと僕の中で夢を一つ見つけることができた。それは未来にはなくて、振り返ってみたんですね。50歳ぐらいになると振り返るんですよ。50歳以上の方は分かると思いますけど、振り返るよな。振り返ってるんでしょ今。そうやな。振り返ったら僕の人生、気づいたら夢のような人生だったんです。一生懸命周りの人と笑って、一生懸命いろんなことを取り組んできたら、未来にはいまだに夢は僕は見出せてない。だけど振り返ったら自分の人生は夢みたいだった。今この場でこうやって喋ってることも、自分たちの子供たちと一緒になんかサーフィンしたり走ったりしてることも、会社の大事な仲間たちと未来について真剣に話し合うことも、振り返ってみるとここまで来た人生が全部夢になってた。
なんか夢ってもしかしたら未来に見るものかもしれないし、夢の定義を言うと、僕の定義ですけど、いろんな数字があるものは目標だ、数字がないものは夢だとかいろんな話ある。僕の定義は、夢っていうのは目をつむって見るもの、目標っていうのは目を開けてそこに向かっていくものだというふうに思ってます。目をつぶるといっつも今までの思い出が蘇ってくる。それが僕寝る前に必ずなんかいい夢見たいんで、いいこと考えようと思って寝るんですけど、疲れて果てて寝る日もありますけど、夢がいつも目をつぶった時に自分の今までの人生の振り返りなんですよね。だから夢ってすごい未来に見なくちゃいけないものなのかもしれない。そして今夢がある人は夢に向かってバンバン向かっていけばいいと思う。だけどもしかしたらこの中に夢がなくて、なんか夢見失っちゃったなとか、ちょっと年食っちゃって夢見えないな、ぜひね目つむって振り返ってみてください。そしたらその人の人生はきっと夢みたいな人生になってんじゃないかなって、そんなふうに思います。今日は時間がないので夢の話でこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。